春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ダイナミックマテリアルを使って、HP バーを実装してみようと思います。HP バー実装してみた、ダイナミックマテリアルインスタンス、ミニゲーム、その4。早速、作ってみましょう。1、HP ゲージ用マテリアルの作成。HP バーの増減を表すゲージをマテリアルを使って作成します。右クリック、マテリアル、名前を M ゲージにします。ファイルを開きます。結果ノードを選択します。詳細パネル、マテリアルドメインをユーザーインターフェースにします。ブレンドモードをトランスルーセントにします。最終カラーを右クリックして、パラメータへ昇格します。名前をカラーにします。すべて1にして、白色にします。テクスチャコーディネートノードを配置します。テクスチャコーディネートノードより、コンポーネントマスクノードを配置します。展開して、R だけにします。コンポーネントマスクノードより、ステップノードを配置します。結果ノードのオパシティにつなぎます。パラメータが変化すれば、X、横方向に変化します。XP を右クリックして、パラメータへ昇格します。名前をパラムにします。デフォルトバリューを 0.9 にします。保存して閉じます。M ゲージを右クリックして、マテリアルインスタンスにします。2、HP バー用ウィジェットの作成。HP のゲージを表示するウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WBHP バーにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。フィルスクリーンをデザイアードにします。2の1、デザイナー、HP ゲージの背景を作成します。一般、イメージをキャンバスパネル配下に配置します。名前を IMGBG にします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズを100、12にします。アラインメントを 0.5、0.5にします。カラー&オパシティを黒色にします。レンダートランスフォーム、トランスフォーム、視野を X-40 にします。キャンバスパネルから飛び出しているので、スケールを X0.9 にして、キャンバスパネルに収めます。HP ゲージを作成します。一般、イメージをキャンバスパネル配下に配置します。名前を IMG ゲージにします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズを100、12にします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。カラー&オパシティを赤色にします。レンダートランスフォーム、トランスフォーム、視野を X-40 にします。キャンバスパネルから飛び出しているので、スケールを X0.9 にして、キャンバスパネルに収めます。2の2、ダイナミックマテリアルインスタンス。HP ゲージ用マテリアルをダイナミックマテリアルインスタンスに変換して、ブラシにセットします。グラフに移動します。クリエイトダイナミックマテリアルインスタンスノードを配置します。イベントコンストラクトノードにつなぎます。ペアレントに M ゲージや NST をセットします。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前を M ゲージにします。ダイナミックマテリアルインスタンスとは、ランタイム中にマテリアルのパラメータを変更できるインスタンスのことです。通常、マテリアルは静的に設定され、事前に作成されたものを適用することになりますが、ダイナミックマテリアルインスタンスを使用すると、プログラムの実行中に動的に変化させることができます。ブラシにセットします。IMG ゲージを配置します。IMG ゲージより、セットブラシフロムマテリアルノードを配置します。変数 M ゲージ、セットノードにつなぎます。マテリアルを変数 M ゲージ、セットノードにつなぎます。セットブラシフロムマテリアルノードは、ここのことですね。ここにダイナミックマテリアルインスタンスを配置します。ゲージ用マテリアルのパラメータを初期化します。変数 M ゲージ、セットノードより、セットスからパラメータバリューノードを配置します。セットブラシフロムマテリアルノードにつなぎます。パラメータネームをパラムにします。バリューを 1.0 にします。コンパイルして保存します。3、
HP バー用の BPI の作成と実装。HP バーとキャラクターをつなぐ BPI を作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BPI HP バーにします。ファイルを開きます。3-1、BPI 関数の作成。新規関数を BPI FHP バーにします。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数カレント HP、フロート型を作成します。変数カレント HP は、現在の HP 値です。もう一つ変数を追加します。変数マックス HP、フロート型を作成します。変数マックス HP は、HP のマックス値です。HP バーの色を指定する関数を作成します。プラス追加より、関数を追加します。名前を BPIF ゲージカラーにします。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数ゲージカラー、リニアカラー型を作成します。変数ゲージカラーは HP バーの色です。コンパイルして保存します。3-2、HP バー用の BPI の実装。WBHP バーを開きます。グラフに移動します。クラス設定、実装インターフェースに BPIHP バーを追加します。インターフェース、BPIFHP バーを右クリックして、イベントを実装します。カレント HP より、ディバイドノードを配置します。下のピンに MAX HP をつなぎます。変数 M ゲージ、ゲットノードを配置します。変数 M ゲージ、ゲットノードより、セットスからパラメータバリューノードを配置します。イベント BPIFHP バーノードにつなぎます。パラメータネームをパラムにします。ディバイドノードをバリューにつなぎます。インターフェース、BPIF ゲージカラーを右クリックして、イベントを実装します。IMG ゲージを配置します。IMG ゲージより、セットカラー&オパシティを配置します。イベント BPIFHP バーにつなぎます。カラー&オパシティをゲージカラーピンにつなぎます。コンパイルして保存します。4、HP バー処理、キャラクター側、キャラクターに HP バーウィジェットを実装します。BPTTS キャラクターを開きます。ビューポートに移動します。4-1、ウィジェットコンポーネント、コンポーネントパネルのプラス追加より、ウィジェットコンポーネントを追加します。詳細パネル、ユーザーインターフェース、ウィジェットクラスで WBHP バーをセットします。位置を X40.0、Y40.0、Z110 にします。スペースをスクリーンにします。ウィジェットが常にこちらを向くようになります。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんとできてますね。4-2、HP ゲージカラーの指定。プレイヤーの HP ゲージカラーを指定します。BPTTS キャラクターを開きます。カスタムイベント EVHP ゲージカラーを作成します。ウィジェットコンポーネントを配置します。ウィジェットコンポーネントより、ゲットウィジェットノードを配置します。ゲットウィジェットノードより、BPIF ゲージカラー、メッセージノードを配置します。カスタムイベント EVHP ゲージカラーにつなぎます。ゲージカラーを緑色にします。イベントビギンプレイノードで EVHP ゲージカラーを呼び出します。4-3、HP 値の送付。HP の値を HP バーに送ります。カスタムイベント EVHP バーを作成します。ウィジェットコンポーネントを配置します。ウィジェットコンポーネントより、ゲットウィジェットノードを配置します。ゲットウィジェットノードより、BPIFHP バー、メッセージノードを配置します。カスタムイベント EVHP バーにつなぎます。カレント HP をドラッグして、カスタムイベント EVHP バーにドロップします。MAX HP を右クリックして、変数へ昇格します。一旦コンパイルします。インスタンス編集可能を有効にします。デフォルト値を 100.0 にします。ダメージ処理のダメージ減算の後で、カスタムイベント EVHP バーを呼び出します。カレント HP ピンに変数 HP、セットノードをつなぎます。イベントビギンプレイノードで HP の初期値を設定します。変数 MAX HP、ゲットノードを配置します。変数 MAX HP、ゲットノードより
変数 HP、セットノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。DTG スパイクを配置して継続ダメージを与えます。起動してみましょう。継続ダメージで HP バーが減少してますね。ダメージフラッシュ処理。ダメージ時にマテリアルの色を変更して被弾を認識しやすくします。過去に動画をアップしているのでそちらを参考にしてください。その1、タイムライン処理。 DTTTS キャラクターを開きます。カスタムイベント EV トリガーフラッシュを作成します。アドタイムラインでタイムラインノードを配置します。名前をフラッシュラインにします。カスタムイベント EV トリガーフラッシュをプレイフロムスタートピンにつなぎます。ダブルクリックしてタイムラインを開きます。プラストラックでフロートトラックを追加します。名前をアルファにします。シフトを押しながらクリックしてキーを追加します。時間を 0.0 にします。値を 1.0 にします。もう一つキーを追加します。時間を 0.2 にします。値を 0.0 にします。トラックの長さを 0.2 にします。2つのキーを選択します。右クリック、自動を有効にして滑らかなカーブにします。その2、複数のマテリアルをしてメッシュを配置します。セットスカラーパラメータバリューオンマテリアルズノードを配置します。アップデートにつなぎます。メッシュにセットされている複数のマテリアルを指定できます。パラメータネームにダメージを指定します。パラメータバリューピンをタイムラインのアルファピンにつなぎます。その3、ダメージカラーフラッシュ。赤色明滅処理。イベントエニーダメージノードでカスタムイベント EV トリガーフラッシュを呼び出します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。起弾するとすべてのマテリアルが赤色になりましたね。その4、色の変更。起弾時の色を変更します。マテリアル関数 MF ヒットフラッシュを開きます。真ん中にあるコンスタント4ベクターを右クリックでパラメータに変換します。名前をフラッシュカラーにします。保存します。DTTTS キャラクターを開きます。トリガーフラッシュ処理の最後にノードを追加します。メッシュを配置します。セットベクターパラメータバリューオンマテリアルズノードを配置します。前の処理につなぎます。パラメータネームにフラッシュカラーを指定します。パラメータバリューより2ベクター、リニアカラーを配置します。リニアカラー構造体を伸ばして EV トリガーフラッシュノードにつなぎます。ダメージ処理の EV トリガーフラッシュノードで色が選択できるようになりましたね。緑色に指定してみましょう。コンパイルして保存します。起動してみましょう。緑色になりましたね。ダメージ時は赤色で HP 回復時は緑色とかできそうですね。DTTTS キャラクターを開きます。ダメージを受けた時なので赤色にします。6、デス処理。 HP が0以下になった時はデストロイアクターするようにします。カスタムイベント EV デスを作成します。ディレイノードを配置します。カスタムイベント EV デスにつなぎます。デストロイアクターノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。6の1、HP0 判定。ダメージ処理に処理を追加します。変数 HP、セットノードよりレスイコールノードを配置します。レスイコールノードよりブランチノードを配置します。前の処理につなぎます。HP が0以下になった時はトゥルーに処理が流れます。カスタムイベント EV デスをブランチノードのトゥルーにつなぎます。コンパイルして保存します。
起動してみましょう。HP ゲージがなくなるとデストロイしましたね。設定ファイル。キャラクターの変化に応じた視覚効果は、ゲームの魅力を高めますね。ダイナミックマテリアルを使用する理由は、リアルタイムでのマテリアル変更。ゲームプレイ中にマテリアルの色やテクスチャを変更できます。例えば、プレイヤーがアイテムを拾った際に、キャラクターの装備の色を変えることができます。インタラクティブな要素の実装。UI やキャラクター、環境の変化に応じて動的にマテリアルを調整できます。例えば、ドアが開く際に光のエフェクトを変化させる、ボタンを押した時に色を変えるなどです。パフォーマンスの最適化、既存のマテリアルインスタンスを変更することで、新しいマテリアルを作成するよりも負荷を軽減できます。新しいマテリアルを毎回生成するのではなく、ダイナミックマテリアルインスタンスを使用することで、GPU 負荷を抑えながら変更できます。アニメーションとの連携、マテリアルのパラメータをアニメーションさせることで、視覚的な効果を強化できます。例えば、キャラクターの体温が上昇すると、赤みが増すようなエフェクトを適用できます。ゲームプレイの演出強化、ダメージを受けた際にキャラクターの色を変えるなど、ゲームのフィードバックを強化できます。例えば、敵が攻撃を受けると、一瞬赤く光るエフェクトを追加することができます。ブループリントとの統合、ブループリントを使用して簡単にマテリアルの変更をスクリプト化できます。例えば、プレイヤーが特定のエリアに入ると、環境の色が変わるように設定できます。エフェクトの作成、透明度の変更、発光効果、波紋などの視覚効果を動的に適用できます。例えば、水面に波紋を発生させる、キャラクターの目が光るエフェクトを追加するなどです。環境の動的変化、天候や時間帯の変化に応じて、マテリアルの色や質感を変更できます。例えば、朝から夜にかけて、地面の色や光の反射を変化させるなどです。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。